下孫四郎殿か。誰だ貴様。あんたと飲みたく山に登ってきた。どうだ、一杯やらんか。そうかそうか、美月も鹿を追っていたのか。知らぬこととはいえとんだ邪魔をしてすまなかったな。許してくれ。ただの修験者ではないな。どこの家中だ。俺に何の用があってこんな山奥に迷い込んできた。しかし惜しいな。これほどの銃を紀州の山奥に眠らせておくのは。鉄砲がわかるのか。稲富銃を少々かじった。西下の鉄砲衆も落ちぶれたものだな。和歌山の城下でも西下の名を知る者は誰もいない。夜が夜なればこの辺り一帯、いや紀州の国の全てが西下島のものだったかもしらん。それがどうだ。天下無双の鉄砲撃ち西下孫四郎殿ですらイノシシや鹿を追う猟師家業だ。なんとも情けない話だな。何者だ。おそらく紀州藩お庭番。紀州の。数日前から俺を付け狙っていた。どうしても生かしてはおけぬ男だ。そうか、それで読めた。貴様。元尾張藩士高藤一馬。元。脱藩してまで俺を訪ねてきたわけは何だ。俺の鉄砲で何を狙いというのだ。紀伊中納言吉宗殿のお命を。吉宗を。徳川家は揺らいでいた。家康以来すでに7代、家信の短い治世を受け継いだ7代将軍家継はいまだ幼年の上、生来病弱の身だった。今この年わずか8歳の将軍の手から消え失せようとする天下の覇権を果たして誰が引き継ぐのか。人々の熱い目は尾張、紀州両徳川家の動きに注がれていた。どうじゃ。上様はこの春限りのお命だ。夏まではとても持たぬだろう。徳川の着流はこれで途絶える。あとは我が紀州徳川家に天下の大権が転がり込む。お側用人の真鍋も大奥の意向も吉宗公の家督ご相続に依存はない。ただし問題は尾張だ。尾張は必ず巻き返しの動きに出る。何らかの非常手段に訴えるやもしれん。
配下の鬼やばも根こそぎ尾張屋敷の見張りにあて、少しでも不審の動きがあればわしに知らせろ。よいな。その手配は済んでおります。今のところ格別怪しい動きはございませぬが、ただ一つ。なんだ。高藤一馬と申すお小姓組の一人が先頃脱藩して西へ向かいました。孫四郎様、たまにはお屋敷に顔出しをなさい。お頭様もめっきりと脅しを召された。口には出しませぬが、いつもあなたのことを案じていなさる。この10日ほど和歌山においでなされているが、多分今夜にはお戻りになる。お父上に会っていきなさい。お、17巻どこやこだ。米に買いなさるか、それとも。銭がいい。たまには酒でも食らわんとな。一人暮らしは身が持たぬわ。災禍崩れか。ここで飲んでるやつらみんな災禍一族の残党だ。みんな眠っている。大阪の戦から100年、みんな爪を抜かれ牙を抜かれて山奥に口を当てていく。まるで年老いた奇襲犬のようだ。目やにをためよだれを垂らし、一日いっぱいのどぶろくに目を細め、喉を鳴らして眠ってやる。これが信長と秀吉の大軍を散々に翻弄した災禍一族の慣れの果てだ。そういう俺もその一人だがな。だから俺はこの山に来たのだ。お主は鹿やイノシシを追い回して一生を得る人間ではない。そうだろう。貴様の首はいくらになる？何？俺が今貴様を捕らえ恐れながらと訴え出たら、紀州徳川家は俺にいくら払う？まず100両は堅いな。100両か。その上に士分取り立ての褒美がつく。悪くはないな。もっともその前に俺がお主の命をもらう。まともにやり合ったら勝てそうもないが、差し違えるなら勝負になるだろう。腹を決めろ。ここまで来ては俺ももう後には引けんのだ。まあ待て。死ぬ前に女ぐらい抱かせろ。お一人ですか？お連れの方はどうなさいました？
和歌山へいらっしゃいました。知っていたの？知ってる。知ってるから来たんだ。伝わることがある。主だったものを集めよう。はい。お帰りになりました。俺は獣だ。母上と呼ばねばならぬ女とこうしてまた不義を重ねた。見つかれば二人とも間違いなく打ち首だ。怖いのですか、打ち首が。私は怖くありません。その時はその時です。それに気づいていらっしゃいます。お父様だって。まことに無念だが、我らの嘆願書は三度門前払いとなった。命を落としてご家老に直訴もしたが、ついにお取り上げにはならなかった。せめて一同の者に義士の格式を取り戻すよう嘆願したが、これも捨て置かれた。10日の間力の限りを尽くしたが、全て虚しかった。紀州徳川家は我々最下の者を見殺しにするつもりだ。生きていくための土地を奪い、家禄を奪い、侍の面目すら捨てろというのだ。もともと紀州は我ら最下党の国だ。それを秀吉に奪われ、徳川に横取りされてこの山奥に押し込められた。山を出た者は花売り、しじみ売りなどに身を落とし、女たち。待てやぞ。どこへ行く？お頭様、俺はじいさんの出から侍じゃねえ。ただの漁師だ。それだけでがすよ。待て。西下は滅びた。西下の鉄砲を必要とする者はこの国のどこにもいない。それに気づかぬ親父でもある前に、まったく馬鹿げた話だ。いや、見苦しいと言ってもいい。人間年は取りたくないものだな。陰口をおよしなさいませ。お父様は西下の棟梁。人の上に立つ者には人には言えぬ苦しみがあるものです。あなたのように気楽な立場ではございません。
お帰りなさいませ。孫四郎、よう来たの。今夜は泊まって行け。いや、俺は山を去る。山を去る。そうだ。山を降りて何をする？西下100年の恨みを一気に晴らす。氏氏と紀州徳川家に頭を下げたりはせん。奴らの頭を俺の鉄砲でぶっ飛ばす。それが西下鉄砲衆の流儀だろうか。見事だ。見事なかずら巻きだ。日野の鉄砲は確かに安物です。堺や国友のように新金に瓦金を単接してさらに鋼のかずらを巻きつけるだけの腕がなかった。だから宇野の鉄砲はうどん張りと蔑まれ漁師にまでバカにされてきたのです。だが私は違う。私は亡くなった父と共にかずら巻きの秘法を工夫しついにそれを完成させた。今では堺にも国友にも負けぬだけの自負を持っています。ただ残念ながら公儀鉄砲方は私の工夫を認めようとはしない。鉄砲は堺国友のみと思い込んでいるのです。このままでは日野の鉄砲も草深い田舎の火事場にうずもれるばかりでしょう。ちょうど西下の鉄砲撃ちのように。ご存知だったか。腰の印籠のヤタガラス。これはうかつだった。助ども殿、折り入って頼みがある。弾は3問目5分より5問目弾。重心はあくまでも短く、しかも狙った獲物を絶対に逃さぬ精密な鉄砲。今これが作れるのは助ども殿、あなた一人だ。昨夜弥蔵が山を降りた。二兵も太一も山を去った。みんな消えていなくなる。残るのは年寄りだけだ。いずれこの村は滅びる。お前の父親も和歌山へ出る算段をしているようだ。お京、行ってもよいぞ。旦那様。いつでも好きな時にこの矢を去るがよい。わしは一人でも暮らしてゆける。何一つ不自由はせん。いいえ、私は西下の里を離れません。ここが一番好きなのです。しかし嫌です。そんなことをおっしゃっては嫌です。私は一生旦那様のそばを離れません。西海国
大海国際はお前か。私でございます。立てい。えどけ。女どけ。お待ちください。お待ちください。旦那様。早くしろ。行け。この男に見覚えはあるか。ございません。一度も見かけておらぬか。はい。雑賀孫四郎とは何者だ。私のせがれでございます。この小屋に住んでいたそうだな。はい。孫四郎は今どこにいる。存じません。知らぬ。はい。もう一度聞くぞ。孫四郎はいずれに参った。存じません。お見事です。完璧だ。文句のつけようがないぞ。約束の代金だ。いやこの銃は6両でも安すぎる。金はいりません。いらん。この銃とその腕前で鹿やイノシシを撃つとは思っておりません。たとえ徳川の天下を揺るがすような事件が起きても、そのことによって日野の鉄砲が世に認められれば私は満足なのです。金はいりません。さあ。
尾張藩主直筆の正史だ。事がなった暁には西下の一党を公儀鉄砲方として召し抱える。面白。俺は吉宗を倒す、天下人を殺す。今頭にあるのはそれだけだ。紀州が動き出した。国際殿は捕らえられたのだ。親父が？江戸から明星白之助という凄腕の鬼屋番が舞い戻った。おそらく今頃は街道のあちこちに奴の目が光っているはずだ。鉄砲を持ってどうやって街道を下る？その手はずはついている。任せてくれ。尾張藩は武芸達者の女を召し抱えてると聞いたがその女が芝居までするとは思わなんだな。つけられています。亀山あたりからずっと。おそらく今夜あたり。恐れ入ります。宿改めでございます。皆さんお静かに願います。宿改めでございます。芝居者か。はい、どこへ行く？江戸でございます。よし、荷物あげろ。番頭さん。えい。木造りですな。これは何に使う？早野寛平の鉄砲なしで忠臣蔵が務まりましょうか。調べは済んだか？邪魔をしたな。ご苦労様でございました。あの男だ。間違いない。どこかで早めに始末をした方が。まあ待て。奴は尾張陰謀の生き証人だ。殺してはならん。洗いの席で切った奴らは尻尾を出す。どこだ？鉄砲はどこだ？どうしても見つからんのか？このまま東海道を進めば掛川、日坂、金谷、島田、藤枝、岡部、
角屋峠。やりますか。角屋峠のあたりで感動に誘い込み皆殺しに。殺すまでもない。奴らはおそらく江戸には入れまい。妙だな。客引き女も顔を出さん。どうしたわけだ。この町で興行は相ならん。早々に立ち去れ。興行はいたしません。江戸に参りますので。江戸へは行けんぞ。当分の間歌舞音楽は禁止だ。ご長寿でございますか。江戸で上様がお亡くなりになったんだ。いいか、太鼓一つ鳴らしても手応えにするぞ。美月。将軍の死は美月早かった。美月あれば吉宗を倒すこともできたろうが、もはや今となっては手遅れだ。尾張は破れた。天下の大権は紀州吉宗の手に転がり込んだのだ。俺の鉄砲も江戸の城の奥までは届かん。尾張の大幕府もこれで壊さんだ。そうでしょうか。高藤様から密書が届いています。江戸へ行けとある。お前一人を連れて行けと。覚悟の上か。はい。そうか。そうまでしてお家に忠義をしたいのか。バカな奴らだ。お帰りなさいませ。すまぬがわしの鉄砲を持ってきてくれぬか。見事だ。確かに見届けた。
さすが雑賀鉄砲衆の棟梁、感服いたした。ご苦労だが早速江戸に立ってもらいたい。江戸へ？江戸へ行かねばならぬ。お前にも来てもらう。なぜ江戸で何を？孫四郎を討ち取るのだ。孫四郎様！ついに尻尾を出したな。それにしても不敵な。所詮は田舎合子だ。あの鉄砲が箱根を越えられると思ってるのか。尾張藩付家老の手形でございます。通さぬわけには参りませんの。鉄砲を取り上げろ。鉄砲はお預かりいたす。おお、なぜだ。尾張の鉄砲は25丁までご家老の手形で通れるはずだが。江戸表より別名が参っております。当分の間一丁の鉄砲たりとも江戸持ち込みは禁止でございます。そうか、分かった。それではお預けしよう。測られた。雑賀孫四郎ともあろう男がこの安鉄砲を使うはずはない。これはただの見せかけだ。献上かごだ。尾張様の献上かごだ。あの中だ。鉄砲はきっとあの中だ。くそ。店は潰れたのか。はい、表向きはそういうことでございます。表向き？ところで高藤様から鉄砲が届いております。どうぞ。さあどうぞどうぞ。日野之助ともとか私どもには耳慣れぬ名でございますが、なかなか大した作りでございますな。そうか、撃ち漏らしたか。箱根の関まで追い詰めながらむざむざと。面目次第もございません。構わぬ。それはそれとして次の手は打ってやる。心配するな。そなたにはこの先お国は役支配として上様ご警護の大役に当たってもらわねばならん。よかったよかったこれで半分は成就したようなものだ。やるのか本当に。もちろんだ。今さらおじけづいたとは言わん。どうやって城に入る？城？吉宗は紀州の屋敷から江戸城へ入ったはずだ。屋敷住まいの時ならいざ知らず、将軍職を継いだ今となっては。それが吉宗の面白いところだ。今までのように多く深く潜み医者と女子に取り巻かれていた将軍とはわけが違う。現に昨日もこの大森あたりまで野駆けをした。野駆けを？
それも友の者はほんの56人だ。吉宗とはそういう男だ。誰だその位牌の女は。俺の妹だ。藩邸にいた頃不義を働いたので手打ちにした。俺が尾張を脱藩したのは妹のためだ。表向きはな。また来る。よよ、今度は紀州様だとよ。やってくれるじゃねえか。新しい将軍様のお家元だぜ。とんだご祝儀だな、こいつは。おお、姫御勢でございますか。何者だ一体。今江戸で評判の盗人でございます。盗人？はい、大名屋敷のお姫様方の部屋ばかり。それも前もってあちこちに張り紙をし、吹聴した上で忍び込むという風変わりの代物で。待て。高藤様の連絡です。来月3日三円山参病。三円山？芝の増上寺でございます。そこには将軍家の御廟がございますので。そうか、3日。国のものを二手に分ける。一つは引き続き西釜御四郎の探索に当たる。一つは姫御勢の侵入に備え中屋敷の警備につく。上様警護の大役から人手を割くのは大きな痛手だが、これもやむを得まい。以上だ。弥生。孫四郎様、その身なりは。お会いしたかった。弥生。
もう話はしない。高藤弥生は死んだはずだぞ。一馬の小屋に位牌があった。死んだ女にしては随分と熱い。なぜだ、なぜそうまでしてお家に忠義をしたいのだ。それとも兄の出世のためか。あなたにはお分かりになりません。何？徳川のお家は尾張が継ぐはずだったのです。先代家信様も我が亡き後は尾張にとはっきり仰せられたのです。それを紀州が側近を動かし大奥を抱き込み、その上あろうことか尾張藩謀反の噂まで振りまいて、尾張の者が殿様はじめどんなにつらい惨めな思いをしたか、あなたにはお分かりになりません。尾張の者は吉宗を憎みます。その吉宗を狙うあなた様、それほどまでに。いいのです。分かっていただけなくても。私たちは自分の思うことをしているのですから。それより孫四郎様こそ。うん。なぜ紀州吉宗を討とうとされるのです。西海一族のためですか。西海？違う。違うとはどう違うのです。俺は西海とはとうの昔に手を切った。親父を撃ったあの時に。お父上を。そうだ。俺が西海の血を受けた実の父親をだ。お京という女がいた。俺の女だ。俺が初めて女を知った女だ。一度は和歌山の商家に嫁いだが不縁になって山に帰ってきた。俺は溺れた。お京に溺れきっていた。この女さえいれば一生山に埋もれても構わん、そうまで思っていた。そのお京を俺の父が奪ったのだ。めでたいの
孫四郎照れるでないわ。俺は山に入った。山に入り朽ちかけた炭焼き小屋をねぐらとして獣のように暮らした。俺は父を呪った。お経を恨んだ。しかし子供の頃からあなたのお父様をお慕いしていました。西下の棟梁としてなんとご立派でなんと頼もしいお方かと思っていました。和歌山の嫁ぎ先に我慢ができなくなったのもお父様のことがどうしても頭を離れなかったからです。村に帰って初めてあなたに抱かれた時、私の気持ちの中にはお父様の姿があった。お父様に抱かれている夢を見ていたんです。でも今はお父様に抱かれながらあなたのことを思っています。山で一人で暮らしているあなたのことをいつも思っています。忘れようと努めれば努めるほどあなたのことを思って体が熱くなるんです。許してください。私は罪深い女です。業の深い女です。また来ます。嫌な顔しないでくださいね。親父は知ってるのか？俺とお前のことを知っていたのか？わかりません。ただあの方はご自分の跡継ぎが欲しかったんです。西下の内を継ぎ西下一党の棟梁としてせめて侍の身分を継いでくれる子が欲しかったんです。あなたにはそんなお気持ちはまるでありませんものね。
孫四郎。孫四郎はおるか。西華一族の開祖西華孫一の用いた鉄砲だ。その鉄砲でこの椿の花を撃ってみよう。孫一はその鉄砲で闇夜に飛び交う蛍を撃ち落とした。お前の腕はそこまで行っておるかどうか、孫一やわしをしのいでおるかどうか、今ここで試してみよう。もしお前の弾がこの花を射止めたら、お京はお前に返す。俺は花を撃った。だが同時に己の父親を撃った。俺の中に流れる西華の血を、西華の宿命をも撃ったのだ。俺が吉宗を撃つのは西華の血が俺に命ずるからだ。孫四郎様、紀州藩は西華一国際を召し抱えました。親父を。はい。あなたを殺すために。ここだ。この大北条の階段だ。吉宗の覚悟はここで必ず止まる。狙うのはその一瞬だ。俺はあらゆる角度からこの一点を狙ってみた。必ずどこかに死角がある。厳重な警備の目が届かぬ盲点が必ずある。そしてついにその一点を発見したのだ。絶対に人目にはつかん。吉宗はどこから狙われたかも知らぬまま死んでいくだろう。俺はかつて狙った獲物は一度も外したことはない。一度もだ。芝三円山増上寺、地領10540石、境内25万坪、学装大衆3000を擁し、徳川家菩提寺として関東に君臨するこの大伽藍も、新将軍吉宗の参詣を3日後に控え、全山人払いの上、水も漏らさぬ警備の手が打たれていた。だが警護役詰所に当てられた学領大広間の頭上が彼らの盲点になった。そして孫四郎はすでにその時
この大屋根の下に潜んでいた。万全の手を尽くしたにもかかわらず、またしても姫御勢は尾張だ。おそらくは尾張の手のものだ。とすれば警護の待ち方、勝ち組、お小十人衆の中に2、3尾張の息のかかった者が紛れ込んでも不思議はない。気にするな。しかし明日は必ず雑賀真小四郎が上様を狙う。姫御勢は構うな。
弥生。なぜだ、なぜ弥生が。父が本当にこの俺に手先を向けた。そして弥生もこの俺を。私を撃って気が済むのならお撃ちなさい。先ほどあなたが話した女は確かに弥生様だったかもしれぬ。だがあなたは暗殺者だ。それも自ら志して将軍様暗殺を買って出られた。天下を思うままに動かす者を倒してまだあなたは生きたいと思うのですか。暗殺者はいつか必ず消されてゆくものです。それが怖いのなら今のうちに尻尾を巻いて紀州の山奥へお帰りなさい。お待ちなさい。町方の目が光っています。今夜中にあなたをよそへ移せと指図が来ています。どうだ、少しは慣れたか。ここなら安全だ。すぐ裏は紀州屋敷、その向かいは尾張。目明かしには敷居の高いところだ。何の用だ。話がある。仕事が終わったら清水谷まで来てくれ。ありがとうございました。またどうぞ。今夜だ。今夜この屋敷に姫御が忍び込む。姫御が。そうだ。奴も尾張の手下なのか。この屋敷には西海国際が住んでいる。親父が。火縄を使わずに撃てる銃だ。万一の時はそれで姫御を助けてくれ。俺に親父を撃てというのか。姫御だって。いやそんな。お前さん、行け。までやられるんじゃな。そうよ、お大名のお姫様はそうなめってことよ。問題は大奥だ。大奥ではすでに陽姫様が傷物にされたと噂しておる。上様のご意向にも傷がついた。そなた一人が腹を切って済むことではない。姫御勢は確かに討ち取ったのか。はい。
確かに。残るは孫四郎一人だな。はい。何か手立てはないのか。恐れながら上様をおとりに。上様？はい。天下の将軍をおとりに使おうというのか。その通りでございます。犬死にだったな。犬死に？そうだ。貴様はたった一人の妹をむざむざと殺してしまった。己の立身出世のためにな。そう思うか。弥生のために一言言わせてくれ。あいつは俺が止めたにもかかわらず増上寺へ行った。お前を守るためだ。俺を？そうだ。万一事が露見して危機に陥った時、あいつは自分の命を捨ててお前を守る気だった。俺は弥生が犬死にだとは思わない。現に大奥では紀州反対派が結束して長福様西の丸入りを阻止しようと動き出した。吉宗の嫡男だ。これが西の丸に入れば嫡子相続の徳川家は永久に紀州のものとなる。これを阻み、その間に吉宗がこの世を去れば天下の行方は再び混沌となる。俺はまだ望みを捨ててはいない。ごめんだ。俺は紀州の山に帰る。貴様らの争いにこれ以上巻き込まれたくない。待て。吉宗は日光に行く。一国祭は街道筋下見分のためすでに江戸を発った。お京という女も一緒だ。これでございます。これが江戸屋さんから届いた荷物でございます。お手数をおかけしました。いやいや、伝法院におこもりになるとか。はい。百日修行を果たしたいと存じまして。いやそりゃ結構なことです。事がなったら山を越えて会津に行け。後の手はずはこれに書いてある。俺は紀州も尾張も徳川家だけは信じない。吉宗を倒した後は俺の勝手にする。貴様の指図は受けん。死ぬなよ。生きてまた必ずどこかで会おう。必ずだぞ。影武者だ。紀州はきっと影武者を使う。一国祭は宇都宮だ。宇都宮で警護の策を練っている。将軍はお忍びだ。日光明大土屋相模守の行列に紛れ込んでいる。問題は本当の吉宗をどう見分けるかだ。孫四郎様。孫四郎様、お待ちください。孫四郎様。
ほど。孫四郎が潜むとすればここ以外にはありえない。青白様を撃つのですか？本当に討ち果たすおつもりですか？孫四郎の血で紀州の北山に100年の間眠り続けた西海一族の血がよみがえるのだ。孫四郎の流す血によってな。孫四郎は西海一族復興のための捨て石となる。そしてわしは江戸へ登り公儀鉄砲型指南として西下の若者たちを鍛え上げる。見ろ、これが将軍家の正史だ。あなたは孫四郎様が憎いんです。憎いから殺すんです。
誰だ？あの二人のうちの一人が吉宗だ。あれだ。あれが吉宗だ。やった！ついにやった！吉宗を倒した。天下の大将軍をこの手で打ち止めた。やったぞ。やったぞ。直次郎、お前は敗れた。お前が撃った男は吉宗ではなかった。明星白之助という紀州家の影武者だ。空砲を撃ち吉宗を確かめようとしたのは上策であったが、わしはすでにそれを見通していたのだ。嘘だ。あれは吉宗だ。俺の目に間違いはない。お前は初めから間違っていた。全てが違っていた。だからわしに敗れたのだ。どちらかが死にどちらかが生きる。それ以外にわしとお前の間に残された定めはあるまい。わしはお前を子とは思わぬ。お前もわしを父と思うな。その傷で撃てるか、引き金が引けるか。直次郎。
ねねねごろの各番山でよ年寄り恋よな鳥が鳴くよ。そうか。明け星は死んだか。はい。上様の身代わりでございます。さぞや本望でございましょう。西下のあの二人はどうした？共に打ち果てました。見事な相打ちだったとか。そうか。これで西下も滅んだか。はい。紀州ご領内災いの種もこれで一掃されました。見事であった。